じゃあね、前回はね、じゃんけんのアプリを作っていったんだけど、じゃんけんアプリがね、あんなん誰が遊んでおもろいんやっていう話で、全然実用的なアプリとは言えないものだったんで、今回からちょっとより実践的なアプリを作っていけたらいいかなというふうに思ってます。で、今回作っていくアプリの完成図みたいな感じのものを先に見せようと思うんですけど、こういうアプリで、こういう感じで検索をかけれて、検索するとね、画像が表示されて、うまく出ないけど、これなんで出ないんだ？出ましたね。画像が表示されて、で、その画像をどれか選ぶと、こういう風に共有画面が出てきて、Google フォトとかね、Twitter とかに共有できますよっていうアプリを作っていけたらいいと思ってます。で、より実践的な内容になっていくんで、じゃんけんまでのやつはもう基本すぎても、あんな見ないでいいよっていう人もね、今回の動画から見ていっていただけたらいいかなと思います。じゃあやっていこう。じゃあ今回からね、3回に分けて、フリー画像の検索アプリをやっていこうと思っております。フラッターの教科書っていう自分が書いたテキスト通りにできるだけ進めていきますので、これはZenっていうサービスの中に、あります。で概要欄の方にもリンク貼っておくので、テキストで進めたいという人とか、この動画見ながら、コードをコピペするために使いたいとか、ちょっとこっちの方が詳しく書いてあるんで、それ読みながら進めたいっていう人は、この本も参考にしてみてください。じゃあ、この前編っていうところからやっていこうと思います。で、今回はね、画像の検索アプリを作っていこうということで、外部の API を使って、で画像データを取得して、それを一覧に表示するってところまでを前編ではやっていこうと思っています。で、その Web API と呼ばれているものに関しての、解説をしていくんですけども、今回使っていくその API っていうのは Pixabay っていうのを使いましょうということで、この Pixabay を使っていきます。で最初はね、コードを書かずにこの API っていうのがどういう動きをするのか、どういう仕組みになっているのかみたいなものをこのサイトを見ながらね、やっていけたらいいかなというふうに思ってます。じゃあここにアクセスしてもらって、これ登録が必要なので、この右上の、ここですね、この参加っていうとこから、押してもらうと、この Google で続行っていうとこからね、Google アカウント持っていればここを押すと、進められると思います。僕は昆布があるので、これを入力してログインしますと。2段階認証を求められた人は、Android の端末とかから頑張って認証してください。これで認証完了したと思います。そしたらね、スタートできます。で、ここにドキュメントがあるんですけど、来たね。こういう感じでね、僕の API キー見えちゃってますけど、これを使わないようにしてください。皆さん自分でログインしてね、その API キー使ってくれればと思います。で、このページにですね、example っていうところがありまして、ここにサンプルの URL が載っています。Web API の中でも今回使っていくのが、RESTful API って呼ばれているもので、URL を通じて、JSON データを返すような設計になっております。で、JSON データもなんやねんって話だと思うんですけども、ここにサンプルの、返ってくるレスポンスが書いてあります。で、これが得られるデータです。で、こういう風な形式のデータを JSON データと言います。で、ここで理解してほしいことはあんまり多くなくてですね、キーとバリューという考え方だけ理解していただければいいかなと思ってます。で、この左側にあるこのトータルとか、トータルヒッツとかヒッツとか、こういうのをキーと呼びます。で、このキーに対して、このコロン区切りでね、右側にバリューがあります。で、こういう風な仕組みになっていることで、このキーを指定して、このバリューを取り出すっていうことができるようになっています。で、ここを単数のこういう数字だったりもするし、このキーに対してはこういうとこで始まってますけど、これはリストとか配列とか呼ばれているものですね。
複数のデータが入ってるっていう場合もあります。これはおそらく検索結果をここの配列で入ってるんですけど、このリスト形式の中にさらにここの中もね、マップ構造になってるっていうのがわかります。このマップの中もキーとバリューの関係でデータが入っていると。こういう関係性でデータがあるっていうことだけ一旦覚えてくれればいいかなと思います。で、この URL にアクセスしてみましょうか。するとね、ブラウザでも同じようなデータがこういう風に見れますね。このデータを使って画像データを表示するということをやっていきますと。で、画像データ自体がじゃあどこに入ってるのかっていうと、このプレビュー URL とか、この Web フォーマット URL とか、ラージイメージ URL とか、この URL が多分画像のデータなんじゃないかなというふうに思ってます。でですね、JSON のこのデータっていうのは、Dart ではどういうふうに扱うのかっていうのを、まず Dartpad っていうブラウザ上で簡単に Dart のコードをね、実行できる環境があるので、そこの中で実際に動かしてみて、ちょっと、学習してみようかなというふうに思います。で、ここのデータをね、まずはコマンド A、C で、コピーしていただいて、で、Dartpad を見ましょうか。Dartpad というのがありまして、でこういう風な Dart の実行環境があります。で、ここでですね、さっきのデータを、マップストリングダイナミック。これが Dart の中で JSON データを使うときに使う型情報です。これについてね、ちょっと後で解説します。これでさっきコピーしてきたやつを貼ってあげて、ね、フォーマットが効かないのは、ここに出てくるんですけど、これでフォーマットを押せば、フォーマットが、効かない。ダイナミックイコール、マップストリングダイナミック。いやー、なんかできそうな感じでできないですね。ここで閉じて。あれか。そうですね。変数名が足りないからですね。データという変数名で打って、フォーマットかければかかりますね。で、ちょっとこのマップストリングダイナミックについて解説していきたいと思います。で、JSON っていうのがさっき言ったように、キーとバリューのセットになっているという話をしました。でですね、このマップっていうのもまさにキーとバリューのセットの型になっています。で、このストリングとダイナミックっていうこれ2つ、書いてありますけど、こっちがキーの型で、こっちがバリューの型を示しています。で、JSON のキーっていうのは必ずストリング型になることが決まっていますので、こっちはストリングになってると。なんでここら辺は全部ストリングですよね。で、なんですけど、この右側、バリューの型っていうのはダイナミックになっていて、このダイナミックっていうのは、どんな型にもなり得ますよっていう、ものです。なんで、ここの型っていうのが、こういう数字になったりとか、こういう配列になったりとかするよって、文字列かもしれないし、っていう感じで、動的に変化しうるっていう場合は、このダイナミックっていうのを使います。なので、JSON を Dart 内で扱うときは、とりあえずマップストリングダイナミック使うんやなというふうに覚えておいてくれればいいです。じゃあね、このマップストリングダイナミックの使い方みたいなところをやっていこうと思います。この Dartpad でも、このメイン関数が実行されることは変わりません。なので、一旦このトータルヒッツですかね。トータルかな。トータルのこの数字を取得するっていうところをやってみましょう。で、これはおそらくイントで取得できるので、変数の型はイントと。で、トータルという変数名に対して、このデータからこの数字を取り出したいときっていうのの書き方がこういう風になります。ここでね、データっていう変数名のこの角括弧って呼べばいいのかな。この中にキーを指定すると、ここのバリューが取り出せるっていう仕組みになっています。なんでこれコンソールでトータルをプリントしてみましょう。これでね、フォーマットかけてもらって、ランすると。来るかな。そうするとね、こういう風な感じで、ここに、これと同じ数字が、出てきたと思います。で、ここでキーを指定してバリューが取得できるっていうこの感覚を掴んでいただければ OK です。じゃあ次なんですけど、この hits っていうね、今度は単なる数字じゃなくて、このリスト型が入ってるっていう、
ものについてもやっていきたいと思います。これについてはリストが手に入るので、もう続きで書こうかね。ここで hits と、で、データの hits のキーを取り出しますよというふうに書いてあげてください。で、hits に関してこれを、プリントまずしてみましょうか。プリントしてみますと。で、そしたらどうなるのかというところですね。はい、こういう感じでですね、横にガーって長いんですけど、リストが入っていることがわかります。で、このリストの扱い方なんですけども、この1個のヒット、これがまたマップストリングダイナミックになっています。で、この1つ目の要素にアクセスするときにどうすればいいかというのをやってみます。これが型がまたストリングダイナミックなので、ファーストヒットとしましょうかね。ファーストヒット。で、ヒッツの、配列がですね、番号が振られていて、要素の数まで番号が振られています。でね、それの番号が0始まりっていうのをちょっと注意してください。なんで最初の要素にアクセスしたい場合は、この括弧の中に0という風に入れてあげれば OK です。0と入れると最初の、要素にアクセスできます。で、この最初の要素っていうのは、ここですね。この要素にアクセスしたいときは0を入れると。で、2個目。配列の番号で言うと、0、1、1個目。アクセスしたかったら、1と入力すれば OK です。そしたらここにアクセスできます。で、ここで0を指定して、ファーストヒットっていうのに、これ取ってあげて、ここ綴り間違ってますね。ここで取ってあげると、ここのデータが取れているということになるので、じゃあ今回はこの中の、どうしましょうかね。プレビュー URL を出力してみましょうか。そしたらここの末尾が150のピングデータが、JPEG データが取れるはずです。それもプリントしてみましょう。でこれ実際もう取得した後はマップ型になっているので、さっきと同じような感じでプレビューを取得してあげれば OK です。こいつに対して、なんだこれ。どうなったんだ。こいつに対して、プリントし、なんかおかしくなってるね。プリントして、ここの中に、プレビュー URL を与えてみますと。これでプリントしてみたらどうなるかっていうことですね。プリントしてみましょう。はい、という感じでですね。ここ余計な上に1個ありますけど、末尾、これ見れるのかな？末尾がね、150.jpg データになっています。今回押さえておいてほしいのが、マップの場合は、このカッコの中に、キーを指定するとバリューが取り出せると。で、複数のデータが連なっているリスト型のデータの場合は、ここに数字を入れてあげると、その番号の要素を取り出せますよというところを覚えていただきたいです。これ今回かなり多用していきますので、ぜひ覚えてください。じゃあ、ダートパッドで、やるっていう作業はここまでなので、じゃあ、新規のプロジェクトを立ち上げていきましょうか。じゃあ、VS コードを開いて、新規プロジェクトの方を作っていきたいと思います。新規プロジェクト、コマンドプロンプトじゃねえ。コマンドパレットか。コマンドパレットをまず開いてもらって、ニュープロジェクト、アプリケーションを選択してもらって、どこでもいいんですけど、自分の作業環境があればそこでやってください。で、今回はこのホームディレクトリでやります。で、アプリケーション名は Pixabay でいいかなと思っています。ちょっと見えづらいですかね。はい、Pixabay でやっていこうと思います。で、エンターを押していただくと、勝手にフラッタプロジェクトが作られますので、それをちょっと待ちましょう。で、作られたらですね、main.dart が開かれて、まずこれちょっと掃除したいと思います。ここら辺全部いらないんで消していただいて、ステートレスウィジェットを作ってもらって、で、マイアップにしてもらって、で、このビルド関数の中に、
今回マテリアルアップ作ってもらうっていうところまで、ここら辺はね、いつも通り、もう毎回一緒なんで、流れ作業でやってください。で、この中でステートフルウィジェットをまた作っていきましょう。で、Pixabayページでいいかなと思います。ベイページと、Pixabayページ。で、ここ波線あるのはね、僕スペルチェック入れてるんで、こういうのが出てきてます。ちょっとね、出ないようにしましょうか。はい。で、Pixabayページにはね、スキャホールドだけ最初に入れておこうと思いますので、スキャホールドだけ入れて、でこの状態で一回ビルドができるかをやってみましょうか。ビルドはですね、コマンドでやる場合は、シフトコマンド P でコマンドパレット開いて、セレクトデバイスかな。セレクトデバイスを選択して、これはどこなんだかわかんないけど、これかな。これで、Android のエミュレーターを立ち上げてあげてください。はい、立ち上がったみたいなんで、この状態でもう選択されてると思うので、ここから Run and Debug 押すか、ここ押すか、F5 押すかですね。これでビルドがかかると思います。ちょっと長いですけど、初回なんで仕方ないです。ちょっと待ちましょう。もしかしたらちょっとスキップするかもですが。でも毎回ね、この新しくページ作っていくときっていうのは楽しいもんですね。まっさらなページ、まっさらなキャンバスになんか書いていくみたいな感覚があって、すごく楽しい瞬間かなと思います。長いですね。終わったかな。そうですね。この Pixabay ページ読んでないんで何も出てないということなんで、ホームのとこに Pixabay ページで読んであげて、これでね、スキャホールドだけの状態になりましたと。今回ここまで一旦やっておきます。で、これせっかくビルドしたんだけど、パッケージを追加しなきゃいけませんということで、ターミナル開いていただいて、パッケージを追加していきましょう。で、フラッターパブアド。で、ここでパッケージ名です。で、今回その URL からデータを取得するっていうことをやるときに HTTP 通信というのをやっていくんですけども、そのためのパッケージとして、HTTP というパッケージと DO というパッケージがあります。DIO っていうね。で、今回 DO の方を使っていくので、この Flutter Pub Add DIO というのでパッケージが追加できますので、これをターミナルで実行してみてください。でね、これパッケージ追加するとね、これビルドを一旦閉じて、もう一回再ビルドをしないと、正しく反映されなかったりするので、一旦ここ四角で閉じときましょうか。利用が追加されましたと。で、こいつを使って、ちょっと画像の取得っていうのをやっていこうと思います。で、非同期関数もね、ここで説明しなきゃいけないですけど、まずね、画像の取得の関数を作るんで、一旦ここ、返り値はなしとして、フェッチっていうのは取得っていう意味合いですね。フェッチイメージズという関数を作りましょうか。で、この中でですね、DO を呼び出していきます。DO と打つと、ここにね、こういう風なものが出てきますけど、これで get っていう関数があります。この get っていうところのここに URL を与えると、さっきの、JSON のデータっていうのが手に入るという仕組みになっています。なので、その URL 取得していきましょうか。ここのページの中のこの example のやつをこのまま使えば OK です。ここから行ってもいいですね。ここのページに、ここにあるやつですね。これを、文字列で指定するんで、シングルクォーテーションで囲ってあげることを忘れないでください。でね、これで取得できるんですけど、ここで1個問題がありまして、この get っていうやつの型を見てほしいんですね。ここにカーソル当てると型が見れるんですけど、future response という型になっています。で、この future っていうのがね、ちょっと厄介なんですけども、この future っていうのを単にね、例えばこのレスポンスっていうのを受け取りたいから、こういう風に書いてあげても、
エラーが出て受け取れないということになります。このフューチャーっていうのはですね、ちょっと、時間のかかる処理なんですね。で、これをフューチャーじゃなくて、この単なるレスポンスとして受け取りたい場合は、ちょっと一工夫する必要があります。それが Async Await という方法です。で、これはね、もし、このフューチャーっていうのを見たらね、Async Await 使うんだっていうぐらいで、最初覚えておいてくれれば OK です。で、非同期処理って言われるものなんですけど、この非同期処理についてのね、詳しい解説とかは、また後でやろうかなというふうに思っていますし、最初のうちはあんまり詳しく理解しなくてもいいかなと思っているので、とりあえずこのフューチャーっていうものを見たら、非同期処理で Async Await をつけるんだと。で、付け方っていうのはですね、ここに、この関数の前に Await とつければいいだけなんですけど、これをつけるためにはですね、この関数の中でね、async というキーワードをつける必要があります。async のつける位置は、この引数のカッコ閉じが終わって、中カッコ、波カッコが始まるとき、ここですね。ここでつけてあげて、で、この void っていうのも返り値なんですけど、これが、この async をつけるときはね、ここ future っていう風にしといてあげてください。こういう風な変更を加えてあげればですね、この get して、ここフューチャーついてると思うんですけど、結果的にはこのレスポンスっていう型で、受け取れるっていう状態になるので、ここだけね、やってください。フューチャー見たらアウェイトつけるんだっていう感じで、最初は、もう機械的にやっちゃっていいかなという風に思います。ではね、このレスポンスで受け取った中にですね、いろいろあるんですけど、この中のデータっていうのにさっきの、マップ型のものが入っております。それちょっと確かめてみましょうか。マップ型になってるはずなんで、これに対してね、ヒッツとか、ヒッツじゃないか、ヒットで見てみますか。イントヒットで。これでね、情報が取れているはずですので、プリントをして、ヒットと。これでいいんですけども、この関数自体はね、今作っただけでどこでも呼ばれていません。で、これをね、呼び出さなきゃいけないんですけども、この呼び出すタイミングっていうのは今回ね、このアプリが実行されて、このステートがね、できた時に1回だけ呼ぶっていうのをやりたいと思います。それが init state というところでできます。ここでね、このステートの中でね、init と打つとね、init state という候補が出てきますので、これを選択してあげてください。で、このコメントはね、いらないんで消して OK です。で、ここの中で書かれた、処理っていうのが、必ず一度だけ呼ばれる。最初に1回だけ呼ばれるっていう風になっています。最初に一度だけ呼ばれるよと。ここでね、fetch images を読んであげましょうと。これでビルドもう一回してみましょうか。F5 を押してみます。なんか来た。データ、ヒッツ、ヒッツなんてものがないからこれエラーになってますね。トータルにしますか。トータルと。この状態でホットリスタートっていうのをかけたいと思います。ホットリスタートっていうのはですね、この緑色のやつです。かかったかな。そうするとね、このデバッグコンソールにさっき見たね、32364っていう数字が表示されていて、正しくデータが取得できることが確認できました。じゃあね、実際欲しいのは、このヒッツの中のこの配列データ、このリストのデータですので、これを取得するっていうところまでやってしまいましょう。これはですね、前回出てきた状態というもので持ちます。状態の持ち方ですけども、変数を用意すればいいんでしたね。変数を用意します。名前はね、難しいですけど、型はね、リストで OK です。で、名前は hits っていうキー名だったので、キー名と一回合わせておきますか。ちょっと教科書の方、こうなってないかもしれないですけどね。で、これで、初期値を、イコールになったら初期値を入れるんでしたね。で、初期値はね、
最初は何も入っていないっていうので、カラーのリストを入れておくといいと思います。で、カラーのリストっていうのは、このカッコ閉じっていう風にやると、カラーのリストになります。はじめは、カラーのリストを入れておくと。このヒッツの中に、今何も入ってないですけど、このデータを入れていきたいです。で、このデータを取り出すためには、ヒッツのキーに対してアクセスすればいいので、これで良さそうですね。そしたら、このヒッツっていう変数に対して、ここで得たヒッツのデータを入れると。で、入れたら、画面を更新したいと思うので、セットステートを忘れないうちに呼んでおきましょう。これでですね、fetchImages っていうのを呼んであげて、これ綴り間違ってますね。レスポンスと。ヒッツっていうのの、ここの配列のデータが、このヒッツという変数に入ってきて、入った後に画面が再描画されるというところまでできました。そしたらね、結局これを画面に表示しなきゃいけないので、今回、前編ではですね、この表示させるっていうところまでやっていきます。で今回表示するパターンとして、格子状に表示させるグリッドビューというのを使っていきたいと思ってます。で、ボディの中にですね、グリッドビュー、ドットビルダーというのがあるので、これを使っていきましょう。これですね、グリッドデリゲートというちょっとわけわからんやつがいると思うんですけど、ここにカーソルを当てるとね、何の型を与えればいいかっていうのが出てきますので、これを確認してあげて、このスライバーグリッドデリゲートっていうのを与えろと言われているので、とりあえずそいつを与えますと。スライバーグリッドデリゲート。出るかな？グリッドデリゲート言いましたね。で、こいつですね。今回この with fixed cross axis count っていうのを与えていきます。で、クロスアクシスカウントっていうだけ、これがね、ここで見ると、required ってついてるんですけど、これは必須のパラメータ、必須のプロパティということが、ここでわかります。で、これがですね、横に何個表示させるかというパラメータなので、今回はそれを3個にしたいと思います。で、ここのアイテムビルダーも、ここカーソル当ててね、どういうことをしなきゃいけないのか確認してほしいんですけども、このファンクションで返り値がウィジェット、でビルドコンテクストイントが引数になってるよと書いてあります。ここだけ分かったらですね、1個目がビルドコンテキストなんだな。で、なんか、ここはよくわからないけど、イントが返ってきてるんだなということはわかります。で、返り値としてはウィジェットを返さなきゃいけないと。これがどういう仕組みになっているかって言いますと、インデックスっていうところに、0から1,2,3,4,5,6っていう風に連続した数字が流れてきます。で何個まで流れるかっていうと、何も指定しなかったら無限に増え続けるんですけど、アイテムカウントというのがあります。これで最大の要素数っていうのを決められます。で、今回最大の要素数っていうのは何かっていうと、このヒッツに入ってきた要素の数ですね。この、URL から取得したヒッツの配列の数が、最大の要素数なので、それを取得するにはですね、ヒッツのドットって言って、このレングスというのがあります。これが入ってきたリストの最大個数、最大の要素数なので、このレングスを、アイテムカウントプロパティに与えてあげてください。で、あとはその数だけ、インデックスが、0から順番に大きくなっていきますと。で、今回はですね、20個。デフォルトでは20個のデータが入ってくることになっていますので、このインデックスっていうところには0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19という風な感じのデータが1個ずつ来ます。でね、このインデックスっていう値をうまく使ってあげますと。1個ずつ、このリストから、データを取り出さなきゃいけないんですね。マップストリングダイナミックで、受けてあげて、ヒットの1個なんで、ヒットとしておきましょうか。で、これがね、ヒッツっていうのに、
ここにね、データがたくさん入ってるんですけども、これが配列になっていると。リストだよと。でリストの、指定した、要素数、要素の番号で1個ずつデータを取り出すには、もうこの各括弧で0とかね、1とかね、指定すればいいんでした。でさっきも言ったように、このインデックスには0から19番目の値が順番に入ってくるので、それを1個ずつ取り出したい場合っていうのは、ここにインデックスを与えれば OK ということですね。これで順番に値を取り出すことができます。で、あとはこのヒットというのを使ってあげて、この格子状の1個ずつ何を出すかっていうのをやってみればいいわけです。ちょっとね、まだ分かりづらいかもしれないんで、このインデックスっていうのがどうなってるか一回見てみますか。これを見るにはですね、一回テキストとかを表示してあげればいいですね。で、インデックスの値、トゥーストリングして、これ文字列として一旦表示させてみましょう。こうすると出るかな。はい、そうするとですね、これ分かりますかね。こういう感じで0、1、2、3、4、5っていう風な感じで、一個一個の要素がね、このリターンされたウィジェットになっているっていう作りになっていることがわかると思います。これがね、19番目まであると。なんで、ここに画像を表示させたいということですね。それを今からやっていきますと。これで一個一個の要素が出たので、画像を表示させるウィジェットですね。URL から画像を表示させるためには、image.network というのが使えます。image.network のここ src っていうところに、画像の URL を与えればいいと。で、画像の URL がどこで手に入るのかという話は、先ほどのダートパッドでやってて、このプレビュー URL というのに、画像のデータが入っているんだったはずです。なんで、ここでですね、そのキーを指定してあげて、画像の URL を取ってきてあげましょう。プレビュー URL と。これですね、このような感じで画像一覧を取得することができました。で、今回はここまでにしたいと思います。で、次回はね、これ、もう決め打ちのね、この画像たちしか取れてきてないんで、テキストホームフィールドとかを追加して、自分で検索したいワードを入力してですね、この別の画像を取得したりとかですね。その後、この画像を見れるだけじゃね、おもろくないんで、これを共有する、Twitter とか Instagram とか、あと Google フォトに保存したりとかね、そういうことができるようにしていくっていうのを後編でやっていきたいと思います。そちらもお楽しみにしてください。じゃあ前編は以上になります。で、最後に軽くね、このチャプターで学んだことのおさらいだけやっていこうかなというふうに思います。で、一からアプリを作るっていうのはすごく大変なことなので、こういう画像を検索したいみたいなサービスを作りたいときは、まずそういうサービスを提供している Web API っていうのがないのかっていうのをまず探してみてください。Web API っていうのを使えば、簡単に他のサービスを HTTP 通信っていう仕組みを通して、自分のアプリに組み込んでいくことができますよということを覚えてください。JSON 形式のデータっていうのは、キーとバリューで構成されてますよというところをまずしっかり押さえておいてくれれば OK です。で、手軽にね、Dart のコードを実行したいときっていうのは Dart パッドを使えば OK ですよというふうなこともありました。で、JSON のデータっていうのは MapString Dynamic として扱ってるよっていうのも、これもよく出てくる話なので覚えておいてほしいです。で、複数の要素がね、連結して連なっているようなもののデータ構造はね、Dart の中ではリストというふうに呼ばれています。で、リストに対してね、この角括弧を使って表現してるんですけども、ここに要素数をね、指定してあげると、リストの一個一個のデータが取れますよっていうところも覚えてあげてください。で、外部のパッケージね、使いたい場合っていうのは、Flutter Pub Add でパッケージ名を指定してあげると、外部のパッケージが取得できるっていうところも押さえてください。で、非同期の話が出てきたんですけども、一旦はですね、返り値がフューチャーという風についていたら、とりあえず Async をつけて Await もつけるよと。そういう風な感じで徹底しておけば、そんなに困んないかなという風に思います。本当はね、Await をあえてつけないとかね、いろいろあるんですけど、それは慣れてきてから覚えればいいことなので、一旦フューチャー出てきたら Await つけるんだぞという風な頭でいてくれば OK です。で、init ステートの話もありましたね。その関数、
っていうのは、はい、最初に実行したときに1回だけ呼ばれるようなものになるので、そういう処理したい場合は init state っていうのを思い出してあげてください。でね、格子状に並べるのは Grid View でした。Grid View の使い方もね、ちょっとややこしかったと思いますけども、分かりづらかった場合はね、もう一回見直していただければいいかなと思います。はい。じゃあこんな感じでね、今回、前編の方をおしまいにしたいと思います。でこのフラットな教科書もね、いいねとか押してくれたり、この動画自体も高評価を押してくれたら嬉しいです。で、フラッター大学っていうコミュニティもやってますので、ここに関してね、わかんなかったよとか、そういうことを質問対応したりもね、できますので、興味あったらコミュニティの方も覗いてみてください。じゃあね、今回はこれで以上にしたいと思います。お疲れ様でした。